皆さんこんにちは、はらぺこなほこです。ちょっとお久しぶりになってしまったんですけれども、今年は食用のお話をもっともっと伝えていきたいなと思っているので、今日は食用ってなんだろうって多分思ってる方も多いと思うので、なんか押さえておきたい最初の3つのポイントについてお話ししてみようかなと思います。多分私のチャンネル見てくれてる方だったら少しずつ食用の言葉を聞いたりとか陰陽の話とか聞いたりとかしてると思うんですけど、私が習っている若杉智子さんというおばあちゃんのね食用について今日はお話ししてみようと思います。もともと食用場っていうのは明治時代に石塚左源さんっていう方が作り出した言葉なんですけど、全然ね何か特別なものとかじゃなくって、昔の日本人が日々やってきた生活だったりとかお手当ての仕方っていうのを、食用場という言葉で体系化してくれてるだけなので、マジで特別なことなんもない。多分私いろんな健康法自分の体を治すためにやってきたけれど、最終的に食用に行き着いたのはめっちゃシンプルで、多分一番自然だったからなんですよ。あと日本人の体に本当に合ってる。もう食用場って、イメージしてもらうと昔のおばあちゃん家のご飯みたいな感じなのと、そこら辺の野草を取ってきてお手当てをするっていう、ただそれだけなので、一番シンプルで取り入れやすい、もう日々の生活にこう馴染みやすいかなって私は思っています。はい。で、食用のポイント3つで最初お伝えしたと思うんですけど、その1つ目はまず食用の食事についてです。もうこれも別に特別なことはほとんどなくって、ずっと私が言っている一汁一菜穀物菜食で、動物性のタンパク質はマクロビオティックとかはダメなんだけど、食用は NG ではないです。で、ただ量は控えましょうっていうことで、若杉ばあちゃんは白身魚ぐらいしか食べてないって言ってました。で、食べるときは毒消し食っていうのがあって、動物のタンパク質を消してくれる、分解してくれるお野菜とかと一緒に食べたりします。また詳しいことは少しずつ出していくのでちょっとお待ちください。そうなので、基本的には具沢山のお味噌汁で、生のお味噌、ちゃんと発酵したお味噌を使って腸内を整える、血液を作るっていうところと、お米ですね。ぬかがついたものの方が栄養価がやっぱりあって、一汁一菜でも栄養不足になりづらくなるので、玄米とまでは言わないけどぬか付きのぶずき米っていうのを食用ではおすすめしてます。で、食のポイント2つ目が、土鍋と鉄のフライパンとか鉄の調理器具を使うことです。これは多分若杉流食用の結構特徴なんじゃないかな。基本的には、土鍋ご飯、土鍋でお味噌汁で、多分土鍋ご飯はハードル高い方がいらっしゃると思うので、私は最初お鍋さ、冬にする時に持ってるじゃないですか、土鍋。あれでお味噌汁を作るところから始めました。あとは煮物とか作ってもいいと思う。で、土鍋がライフスタイルにこう馴染んできたら、少しずつ土鍋ご飯とかもチャレンジしてみるのがおすすめです。で、お湯沸かす時もできればガスの火とか炭の火で、土鍋とか鉄瓶とかで沸かすとより体が温まったりとかします。で、鉄に関しては若杉ばあちゃんたちの考えは、こう鉄の調理器具でご飯を作ることで少しずつ鉄分がお料理に溶け込んでくれるから、鉄不足の解消にもなるっていう話もしてました。でも何よりも土鍋とか鉄で料理する方がやっぱ火の通りが違うので美味しいです。特に土鍋は遠赤外線で食材の甘み引き出してくれるから、あんまりみりんとかも使わなくてよくなるし、あとはその自然な食材の甘さに舌が慣れてくるので、自然に甘いものがやめられます。なんか私もめっちゃチョコレートとか好きで、甘いものをやめるなんて無理だと思って、最初若杉ばあちゃんの話を本で知った時に無理だって、こんなのやれないって一回諦めたんやけど、土鍋ご飯にしてから
なんかね、自然と市販のジュースとか市販のお菓子が甘くて食べれなくなっちゃって、なのでなんかこうストレスなくやめることができてます。そういう意味でも土鍋おすすめです。はい、で3つ目、食のポイント3つ目は野草を使うところです。多分他の健康法みたいな感じのでは野草ってあんま出てこないと思うんやけど、もう若杉流食用では生えてるなら野草をたくさん取り入れます。例えば野草って何かっていうと、代表的なのがよもぎとか、あとは私が大好きなのはのびる、雪の下とか、あと嫁菜とかいろいろあります。シーズンによって出てるもの出てないものあるし、アクが強いのでちょっとアク抜きが特殊なんですけど、やっぱ野草ってこう地のエネルギーがすごく含まれてるし、結構タンパク質が豊富だったりとかミネラルが豊富だったりとか、やっぱり今栽培されてるお野菜って栄養価が低くなってたりするので、その栄養価を補填する働きもあります。だから結構ね、若杉ばあちゃんは野草を使ってる。で、私は野草が生えてる地域には住んでないので、好きな野草があったらそのシーズンにメルカリで検索すると野草を取ってる方いらっしゃるので、メルカリで頼んでたまに取り入れてます。あとは道の駅とか地元の野菜とかがよく売っている地場野菜八百屋さんみたいなところに売ってたりするから、そういうので取り入れたりしてます。ということで食のポイントが、一汁一菜でなるべく穀物菜食で、土鍋鉄の調理器具を使うで、野草をご飯に取り入れてみようって、この3つねがまず1つ目のポイント、食事のポイントです。2つ目は陰陽のエネルギーの物差しで考えていきます。多分1個前か2個前の動画でもちょっと軽く陰陽の話したんだけど、栄養学、既存の栄養学って多分食材に含まれる栄養価だけで体にいい悪いとか考えているところが多いかなって思っていて、食用はどっちかというと東洋医学の視点が入っているので、陰と陽のエネルギーから食材を見ます。その食材の栄養価だけじゃなくって、食材が持っている体への作用っていうところまで考えるって感じかな。だから例えばだけど、トマト体にいいって言われてるじゃない？なんかがん予防にも効くみたいな言われてるけど、トマトってめっちゃ体を冷やすのね、陰性で。で、めっちゃ冷え性の人にこれ健康だからトマトいっぱい食べなよってあげちゃうと、どんどん体温が下がってきて、その低体温からやっぱり病気につながるってことが起きてきちゃうっていうことがあるの。だからやっぱりただ栄養価を見るだけじゃなくって、その食材が持っているその体にどういう風な影響を与えるかっていうところまで考えると体が整いやすくなります。で、さっき陰と陽って言ったんだけど、この2つのエネルギーが全ての物事に含まれてるって考えていて、東洋医学知ってる人だったらわかるかな。朝は陽性、夜は陰性とか、太陽が陽性、月が陰性とか、食べ物だけじゃなくって宇宙にある全てのものがこの陰陽のバランスで成り立ってるっていう考え方なんだけど、陰性、食事に関しては陰性っていうのは、カリウムが豊富なものです。で、陰性って左回転で外にどんどんぐるぐるっていくんだけど、遠心性を持ってるのね。だから、体を緩めたりとか、体が緩んでいくことによって体を冷やしたりとか、そういうものが多いです。で、代表的なのが夏野菜とかお砂糖とか、結構暑い地域で取れるものだったり暑い時期で取れるものは陰性のものが多いです。あとはぐんぐんってもうめっちゃ早く伸びるものっていうのも陰性なので、山菜とかね、タケノコとか、そういうネギ類、ニラとかネギってもう上にピーンって伸びるでしょ。あれが陰性の代表になってきます。で、反対に陽性っていうのは右回転で求心性があるんだよね。だからギューッと縮こまってくるので、体を温める効果のものが多いです。締まりすぎると次心筋梗塞とかになっちゃうから、やっぱりこのバランスっていうのが大事なんだけど、
だいたい塩化ナトリウムが豊富なものですね。なので代表的なものが塩なんですよ。だからいい塩だったりいい塩が使われている調味料を食べると体の体温が上がっていくっていう、そういう作用がある。だからさ、昔東北の方って結構塩っ辛い料理が多かったじゃない。あれやっぱり寒い地域で体を温めるために塩をたくさん使ってたのね。そんな感じで昔の人はこの陰と陽のエネルギーのバランスを見ながらご飯を作っています。そうだね、陽性だとやっぱり冬のお野菜だったり根菜類、水分が少ないものって陽性なので、人参とかごぼうとかはめっちゃ陽性です。子供って陽性なのね、体質が、体温も高くって代謝が良くて。だからこの陽性なものを嫌うっていう傾向もあります。まあね、陰性陽性って私も全然覚えられなかったから、暑い時期に取れるのが陰性、寒い時期に食べるのが陽性ぐらいで考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。でこの陰陽の真ん中に中陽っていうのがあって、ここをね目指すと体の調子が整いやすいっていうんだけど、この中陽がね穀物なんですよ。だからお米いっぱい食べようねって話してて、麦はね穀物の中でもちょっと陰性だったりするのね。なので若杉流食用ではお米、ぬかがついたお米をめちゃめちゃ推してます。だから難しいことは考えずにお味噌汁とお米とお米が進むようなちょっと塩分が強めの自然のお塩で作ったおかずとってすると体のバランスが整いやすいです。で最後、食用の3つ目は、その野草でのお手当ですね。野草とか食薬って言って食べるものだったり身近に生えてるもので、体を治したりとか傷とか皮膚疾患とかを治したりします。これもやっぱり代表的なのはよもぎは、例えば外で指切っちゃったって、よもぎが入ってますってなったらよもぎ取ってぐちゅぐちゅってして貼ってあげると止血になったりとか、アレルギーの皮膚炎とかアトピーとかの皮膚疾患によもぎっていうのは使えたり、あとは女性系の疾患に使えたりします。あとはビワの葉とかね、こんにゃく湿布とか生姜湿布とか、あと梅干しかな。梅干しはもう三毒を消すって言われていて、水毒、あと砂糖の毒、薬の毒を消すので、梅干しだったり梅干しの黒焼き粉だったり梅小番茶っていう食薬があったりします。これもおいおい少しずつお話ししていこうかなと思うんですけど、キッチンにあるものでなるべくお手当てができるようになっているので、なんか緊急な時に病院に行く前に自分でお手当てができるようになるので、すごい心強いです。ちょっと私更新がのんびりなので、もうちょっと早く知りたいなっていう方はこの赤杉ばあちゃんの体温を上げる料理教室っていう本が結構良かった。若杉流食用の基本みたいなのが結構学べます。陰陽についてももうちょっと詳しく書いてあるのでおすすめで、最後3つ目でお話しした、野草とか食事でのお手当て法なんですけど、赤杉ばあちゃんは辞典みたいなものがなくって、いろんな書籍を読むことで、習得できるって感じなので、似た考え方で自然療法の辞典みたいなの書いてる方いるんですよ。東條百合子先生っていう人で、この方も玄米自然食で自分の肺結核治してる人で、結構自然療法ずっと日本でこう続けられてきた自然療法について結構分厚い本を出してくれてるので、これもあると結構便利です。だいたいまとまってる。若杉ばあちゃんの方が多分アレルギーになりにくかったりとか、もうちょっと簡単で自然なお手当て法が多いと思うんだけど、いろんな知恵が詰まってるので、私はこれも参考にしてます。ということで、食用ってもう本当に昔の日本人の知恵で、戦前までは当たり前に やってきたことなので、本来自然豊かなところに住んでいたら結構できることが多いかなと思う。私はちょっとお手当てに関してはやっぱ生えてないしね、生の野草が周りに、だからアロマを使ってるけど、ぜひ身近にビワの木持ってたりとかよもぎが生えている人は食用のお手当ても取り入れてみてください。また少しずつ、動画にもしていきたいなと思うので、みんなの参考になったらめっちゃ嬉しいです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またお会いしましょう。